はいどうも、キスケです。今回はシンクで組める最強パーティー編成例解説していきます。シンク自体の解説はこちらの動画でやってますんで、まだ見てない方はぜひご覧ください。シンクは光異能のメインアタッカーで、通常形態でゲージを貯め、暴走形態でゲージを解放しダメージを出していきます。通常形態での火力の低さを異能連環の重蓄強化で補う必要があるんで、属性は縛られてしまいます。ただしっかりと性能を理解していれば火力は出るんでね、よければ最後まで見てってください。こんなパーティーでシンクを使ってますみたいなのがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それではパーティー紹介やっていきます。まずは重蓄を安定して発動できるパーティー、シンク、主人公、ナナリ、ハソウルです。主人公の即時連環を主軸に、ナナリやハソウルで異能連環を発動。重蓄を発生させたら、シンクを表に出して反逆の闘志を貯めていきます。反逆の闘志を貯めている間、シンクのパッシブスキルによって、400% 分の追加ダメージと攻撃力バフがどんどん重なっていくんで、通常形態中のシンクでもしっかりと火力を出していきます。各キャラクターのおすすめ小判とコアはこんな感じ。シンクはモチーフ小判の赤き蜃気楼が最適。時点でカオスのモチーフ小判オムニデザイア。時点で凶暴な綿がおすすめ。赤き蜃気楼は攻撃力とクリティカル率アップ。さらにシンクが EX レール集結を発動すると、与える光異能ダメージがプラス 32%、 敵の防御力を 12% 無視するようになります。EX レール集結で火力を出したいシンクにマッチしていますし、自然と達成できる効果で扱いやすいです。シンクは突性能が優秀で小判にまで手が回らないという人も多いでしょうが、できれば確保したいですね。主人公はモチーフ小判の形成の雨。時点で休息日がおすすめ。このパーティーでの主人公の役割はバイレールスキルの即時連環ですので、やはり連環パワーを盛れるモチーフ小判は優秀ですよね。ただ無料で獲得できる休息日も強くて、重蓄で集結エネルギーも溜まりやすいですから、ガンガン集結を発動して主人公でもダメージを稼ぐみたいな立ち回りが可能です。チャージ効率までついていてちょっと過剰かなとも思えるんですけど、まあ選択肢には上がります。ナナリはモチーフ小判のプリペアが最適。時点で不屈の綿がおすすめ。プリペアはバイレールスキルと EX レール集結を使用すると、自身の通常攻撃と極限反撃の余ダメージがプラス 15% 押されます。シンクを一突していないとナナリで殴るタイミングというのが少なくなってしまうんですけど、その少ないタイミングでしっかりとまたまったダメージを出せるプリペアは優秀です。ハソウルはエンコンハリケーンが最適。エンコンハリケーンは EX レール集結を発動すると、装備者のバイレールスキルと集結用ダメージがプラス 10% 押されます。集結後のバイレールスキルで火力を出したいハソウルにぴったりですよね。シンクを一突していれば見切り流眼モードのスタックを貯めるためにハソウルが表で火力を出すというタイミングも来ますから、シンクを一突している人はハソウルもしっかりと育成しましょう。それではこちらのパーティー使って実戦の方やっていきましょう。まずはシンクで連環値を貯めていきます。連環値を貯めるためにガンガン殴って、溜まったらハソウルに交代。これで延滞を発動していきます。 EX レール集結は全てのキャラクターで使っていきましょう。もったいないんでね。で主人公の即時連環で7割に交代。 EX レール集結とバイレールスキルを使ってからシンクに交代します。さあ暴走形態、めちゃめちゃかっこいいよねマジで待ってた甲斐があるぐらいやっぱ攻撃に迫力があるんですよね。で一つ気になるのが、暴走形態中のバイレールスキルってさ、ものすごい勢いで溜まってくるタイミングない？なんなのこれ。僕の予想だと多分暴走中に重蓄を発生させると、なんかバイレールスキルのゲージが溜まるのかなって思ってるんやけど、バグなのかな、仕様なのかな。
仕様じゃないとちょっと困るよね。こうやって動画にしてるわけやしさちょっと困るよね。ただシンクのバイレールスキルの説明文を見てみると、その暴走形態中はバイレールスキルを最大5回発動できるって書いてあるんですよね。だからこれが仕様じゃないと5回も打てないと思うんだよな。だから2回がせいぜいだと思うんですよね。この重蓄でバイレールスキルのゲージを回復しない状態だと2回が限界でしょっていうのを考えると、やっぱこの暴走形態中に重蓄を発生させてバイレールスキルをガンガン使っていくっていう立ち回りは、公式的に仕様なんじゃないかなとは思ってるんですけど、わかんないですねどこにも書いてないからね。なんか暴走形態中に重蓄を発生させると正気の境目をチャージするみたいな、そういうことが書かれていればわかるんですけど、どっかに書いてんのかな。はい、対戦ありがとうございました。続いてハソールを A に変更した重蓄パーティー、シンク主人公ナナリ A です。巷ではハソールより A の方が強いという情報が出回ってるんで、ハソールを持っていなくても安心です。で、なぜハソールより A の方が強いと言われているかなんですけど、それを知るにはまず A の性能を知らなければなりません。ものすごく簡単に説明します。A を使う上で大事なのが永住ガトツというマーカーと追尾状態というモード。永住ガトツというのは通常攻撃とバイレールスキルで付与できるんですが、今回のパーティーではバイレールスキルしか使えません。そして追尾状態というのはバイレールスキルを使うと自動的に発動します。大事な能力永住ガトツも追尾状態もバイレールスキルを使うだけで発動できるんで簡単ですよね。で、この永住ガトツが付与されている敵に誰でもいいから攻撃すると追加攻撃が発動します。 A 以外のキャラクターでも発動すると。で、この追加攻撃が発動すると当然永住ガトツを消費してしまうんですが、 A が追尾状態だと永住ガトツは消費されません。なので A は追尾状態中にできるだけ永住ガトツの追加攻撃を発動させてダメージを出す、そんなキャラクターというわけです。そして肝心のハソールより強い理由なんですが、これは A のパッシブスキルにあります。 A のパッシブスキルは掩体中の敵に永住ガトツで攻撃すると掩体を再度付与できます。これは実際に見ていくんですが、まず掩体を発動、 A のバイレールスキルで永住ガトツの付与と追尾状態、その後シンクに交代して攻撃すると永住ガトツの追加ダメージが入るたびに掩体が再度付与されているのが分かりますかね。これが A を採用する理由です。何回も何回も掩体を付与することでハソールの延長時間より長く掩体を持続させることができるということなんですね。ただ注意してほしいのが A は覚醒4を解放していないとハソールを上回ることができません。追尾状態の持続時間が伸びるこちらの効果です。なのでシンクと A を組み合わせるときは覚醒4を解放しているか確認しましょう。各キャラクターのおすすめ小判とコアはこんな感じ。 A 以外は変更なし。 A を採用する理由は掩体の延長だけではなく装備にも理由があります。まず小判に関しては無料で手に入るお散歩ワンワンを装備させてあげましょう。このパーティーでの A は集結とバイレールスキルを発動して即シンクに交代という立ち回りをするので、集結を発動するだけでチーム全員の攻撃力を上げてくれるお散歩ワンワンは最適です。そしてコアは音速ヘッジホックを装備させましょう。こちらも集結を発動するだけでチーム全員の攻撃力を増加してくれます。これがハソールより強い理由の2つ目ですね。ハソールはプラズマタイプでお散歩ワンワンを装備できませんから、まさかの A ランクキャラクターが大活躍です。ちなみにコアの厳選などはしなくて大丈夫です。本命は攻撃力のバフだけなんでね、無理する必要はありません。
それではこちらのパーティー使って実戦の方をやっていきましょう。速攻で A に交代して掩体を発動、集結とバイレールスキルを発動していきます。これで永住ガトツが付与されました。その後主人公に交代して即時連環でナナリに交代、これで異能連環の創生を発動していきます。あとはシンクですね。でこの状態でシンクが殴ると永住ガトツの追加攻撃がどんどん発生するんですよ。その追加攻撃が発生するたびに掩体をかけ直してくれるんで、重蓄がねどんどん発生するんですよね。これがハソールよりエイの方が強いと言われている理由です。まあでもね、これに関してはちょっと一つだけ気になることがあって、シンクを一突していたらどうなるんだっていう話ではあるんですよね。例えばシンクを一突していると裏でも見切り龍眼のスタックを貯めれるようになるんで、ある程度他のキャラクターで敵を殴る必要が出てくると思うんですよ。なのでシンクを一突していてエイを採用したいという人はナナリが必須になってしまうんじゃないかなっていうそっちがちょっと気になるかな。個人的には言いたいこと分かりますかね。ちょっと説明が下手で申し訳ないんですけど、例えばこれがハソールだと別にナナリじゃなくてジョエンを採用してシンクが控えで見切り龍眼のスタックを貯めている間、ハソールが EX レール集結とバイレールスキルで火力を出していくみたいな、そういう立ち回りができると思うんですけど、エイで表で殴るのはちょっと厳しいと思うんですよね。だから逆にナナリが必須級になってしまうんじゃないかなっていう心配はちょっとあるかな。まあそもそも覚醒効果で覚醒3の効果をね取らなければいいのかなっていうことではあるんですけど、その辺が若干の噛み合わせの悪さ気になりますね。イロヒが実装した時もどうなるんだっていうのはあるんで、これは開拓のしがいがありますね。続いてカオスを採用したパーティー、シンク、主人公、ジョエン、カオスです。シンク1人でダメージを出すというよりかは、せっかくシンクのパッシブスキルで味方全員の集結チャージを回復できるんで、集結が強力なカオスと組ませてダブルアタッカー編成みたいな感じで戦っていきます。重蓄の発動中はシンクで攻撃して、カオスの集結が溜まったらカオスで攻撃とメリハリがあって扱いやすいと思います。立ち回りとしては先ほどまではシンクから総異能キャラクターという風に変更してたと思うんですけど、ジョエンにしてあげましょう。シンクで連環値を貯めてジョエンに交代、即主人公に交代して即時連環、カオスを出して重蓄と掩体の持続時間が短くなってしまうので、効率よくキャラクターを回していく必要があります。ジョエンに関してはナナリばっかり使ってても面白くないんで入れ替えただけです。全然ナナリでも大丈夫。各キャラクターのおすすめ小判とコアはこんな感じ。カオスとジョエン以外は変更なし。カオスはモチーフ小判のオムニデザイアが最適、時点で凶暴な綿がおすすめ。オムニデザイアは攻撃力とクリティカル率アップ、さらに装備者がバイレールスキルまたは EX レール集結を発動時、自身のクリティカルダメージプラス 40% と破格の数値です。ジョエンは無料で手に入る現実の避難所もしくは熱狂の渦がおすすめ。マーカーダメージをがっつりと増加させる現実の避難所の方がジョエンに噛み合ってはいるんですけど、このパーティーでジョエンを使うなら熱狂の渦の方が最適かなと思ってます。熱狂の渦は装備者が待機中、操作中のキャラの攻撃力プラス 10%、 装備者がダメージを与えるたびに操作中のキャラの攻撃力プラス 2% と裏からマーカーでダメージを出せるジョエンに合ってます。シンクとカオスを効率よく強化してくれますよね。それではこちらのパーティー使って実戦の方をやっていきましょう。まずはシンクで連環値を貯めていきます。連環値を貯め終わったらその次はジョエンに交代していきます。これで異能連環の創生を発動、バイレールスキルと EX レール集結を発動してから主人公に交代して即時連環、その後カオスを出して集結まで発動してシンクで表で殴っていくっていう、そういう感じの立ち回りになります。
このパーティーだと延滞を延長するキャラクターがいないんで5秒しかないんですよね、延滞の時間が。それゆえに重蓄を発生させる時間も、5秒になってしまうということなんで、味方の集結エネルギー回復量が、半分になってしまうと。だから満タンにはならないんですよね、暴走形態が終わったタイミングで。その辺が若干噛み合い悪いなっていう、そんな気がしてます。今回は無理やりカオスと組ませて戦ってみてるんですけど、実際戦ってみた感じ、正直あんまり相性がすごくいいかって聞かれるとそんなことはないかなっていう感じはしますね。でこっからはカオスのお時間ということで EX レール集結を発動してからガンガンゲージを貯めて派生攻撃で火力を出していきましょう。噂では三突シンクと無突カオスが同じぐらいの強さみたいな感じで言われてますけど、どうなんでしょうかね。でこの後はシンクの暴走形態でまたしても火力を出していきましょう。すごい使ってて楽しいパーティーなんですよね。カオスの集結で派生攻撃、シンクの集結で暴走形態、本当にね暴れ回ってる感があって使っててめちゃくちゃ楽しいパーティーではあるんですけど、アソールとかエイを差し置いてカオスを採用したいのかって聞かれると、若干の怪しさはあります。でこっからは味方の集結が溜まってないので、先ほど同様主人公の即時連環でカオスを出して延滞で、その後シンクを表に出してっていう、そういう感じで立ち回っていきます。2回に1回ぐらいカオスの集結でガンガン殴っていくっていう、そういうループが強いかなと思ってます。じゃないとたまんないんでね。延滞の持続時間が伸びてれば話は変わってくるんですけど、伸ばす効果はないんで、延滞が終わったタイミングでカオスのパッシブスキルである追加攻撃、これを糧に戦っていきましょう。あとはシンクで暴れ倒してジャジャクマを倒していきます。これでぴったり決着ですね。続いて予想にはなるんですが、イロヒを採用したパーティー、シンク主人公イロヒハソールです。イロヒは霊異能キャラクターでヒーラー兼バッファーとして実装されます。さらにパッシブスキルで異能連環の創生を強化、創生種が消えると追加で1つ創生種を生成してくれることが判明してます。さすがにこの能力でシンクと相性が悪いなんてことはないでしょうし、なんならシンクの本領発揮はイロヒが実装してからなんじゃないかなと思ってます。シンクは無突だと少し被弾も気になりますから HP 回復できるイロヒが早く欲しいですよね。でハソールの枠なんですけど、もしイロヒが優秀な攻撃力バフを持っているなら瞬間火力の高いハソールの方がいいんじゃないかなと思って採用してます。もしイロヒのバッファーとしての能力が数値的に大したことがないならお散歩ワンワンを装備したエイの方が強いかなと思います。ここはイロヒが実装してからですかね。最後に無課金で組めるパーティー、シンク主人公ミンとエイです。立ち回りは他の編成と何ら変わりません。ただ無課金で組める割にはめちゃくちゃ強いと思ってて、エイがシンクと相性がいいというのは先ほど解説した通りなんですけど、ミントの集結を頻繁に発動できるのは強いよね。シンクのパッシブスキルで重蓄効果がチーム全員に行き渡るんで、ローテーションを一周するとだいたい集結がたまることになります。ミントの集結はメインアタッカーということもあってなかなかの倍率ですから非常に強いです。ミントのパッシブスキルで創生を強化してあげれば創生が範囲ダメージに変わるんで、軌道外領域のような雑魚敵がわらわら出てくるコンテンツでも活躍しそうです。各キャラクターのおすすめコマンとコアはこんな感じ。ミント以外は変更なし。ミントは A ランク小判の空域確保開始がおすすめ。空域確保開始は装備者のバイレールスキルと EX レール集結で与える霊異能ダメージを増加してくれます。このパーティーでは
集結とバイレールスキルを発動して即交代みたいな使い方をしますんで最適です。いかがだったでしょうか。今回はシンクで組める最強パーティー編成解説してみました。シンクは重蓄を発動させてなんぼみたいなところがありますから編成幅が狭めですよね。ただその分重蓄を発生させた時の恩恵はでかいですから順当に3属性で組んであげるのが強いと思います。皆さんはシンクをどんなパーティーで使っていますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。